おはようございます。忙しい時に物をポトッと落としてフローリングに傷をつけちゃうことありますよね。例えばこんなドライバーの落とし傷、最悪ですよね。今日はこれを補修していきます。ぜひ楽しんで見ていってください。では行ってみましょう。まずは下地処理です。物を落として傷がついてしまった場合、周りが膨らんでいることが多いので、傷より大きめにカットしていきます。膨らんだ傷をカットするときは、膨らみ始めよりちょっと手前ぐらいから大きめにカットしていきます。下地処理の作業は大事な作業の一つなので、丁寧にやっていきます。ちょっとでも出張ってるところがあったら、カットしたり、硬いペンの蓋などでぐっと押さえ込みます。下地処理の作業の中で時々指で触って確認することも大切です。下地処理が終われば次はハードワックス充填です。このハードワックス充填の時にできるだけ面が出るように心がけて作業しています。ここは拭き取りやすいように余計なパテをこそぎ取っています。作業しやすいように周りをきれいに拭いていきます。力を入れずに研磨して面を整えていきます。研磨する時の注意点は、縦にずーっとこすっているとそこだけ指の形にへこむことがあります。ですのでくるくる回しながら全体的にこすっていきます。色がつけやすいように瞬間接着剤で表面をコーティングします。接着剤は薄く塗ることを心がけています。瞬間接着剤を塗ったので表面を整えるために研磨します。削りすぎるとボンドが効かなくなるのである程度残しています。いよいよ色付けです。いつものように濃いめで塗りつぶしていきます。濃いめで塗りつぶす利点は傷の縁を消すことと調整しやすくなることです。ここから微調整です。微調整のやり方は、目を少し遠くに離して濃いなと思う部分に少し白めの色を入れたりします。例えば入れてる色が黄色いなと思えばほんのり赤を足したりします。最後にツヤを拭いて完成です。完成です。ここまで治ると気持ちがいいですね。ビフォーアフターを見てみましょう。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッド評価、何卒よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。